今日の飛行機までの時間やってみようかなということで、よし食った。狙い通り見ましたね。本日何匹目だってな、ちょっと忘れちゃった。はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、おかっぱり動画に来ています。ここは日本のとある汽水湖ですね。ちょっと人に会いに来たんですけど、今日の飛行機までの時間、ちょっとのんびり空港の近くでやってみようかなということで、とりあえずウェーダー入って、浅いとこね、いろいろ楽しんでみようと思いつつ、最近近況的な話回してなかったんで、ちょっと思い出しながらつらずらと話していくので、もしかしたらひたすら一人語り動画になるかもしれません。飛行機何時だっけ？あ、7時。いっぱい時間ある。まだね、朝の9時なんで、1日できますね。じゃあ、魚何本か出しに行きたいと思います。はい、じゃあ先発はですね、ガボツ90でいきたいと思います。せっかくね、凪の水面になりましたので、トップですね。ちょっと1投目は軽めに。P 濡らしキャストです。P が乾いてるうちにフルキャストするとラインが傷むんで。特に長い竿とかはものすごい初速が出るんで、1投目新しい P 出すとかね、いいですね。水面を泳ぐガボツ。久々だな、こういう釣りするの。うわ、ちょっと待て、気にしてなかった。怖っ。ほら、でかい A が2つ。ビビった。A がいらっしゃいますね。ずかずか歩くのはやめます。もう1枚どこ行った泳いでる泳いでる。こっち来んなよ。まあ水澄んでるところではまあそうそう踏まないです。さすがに見てれば。やっぱ濁ってて腰ぐらいまで入ってる時にとか、夜膝下を確認もしないでずかずか歩いてるとやっちゃいますね。まずどっから話そうかな。夏は暑かったですねってとこからですかね。長考回数が例年より2、3割減ってたような気がしますね。東京湾は市バスが壊滅的にダメで、ちょっと前までだったら運河の中とかでもね、8月どうにかあの手この手で出せるんですけど、本当にもうチーヌしかいないみたいな。鈴木は見るんですけど、やっぱたまに見るぐらいだとやっぱ釣るのはすごい難しくて、川は一雨降ればチャンスが来るんですけど、雨もなかなか降んなかったり、結構いろんなとこ遠征行ってたんで、遠征行ってる時に降ってたりして、もう諦めてましたね。9月中旬ぐらいまでそれ続いてて、で9月は中旬からアメリカに行ってきました。9年前にフィッシュマン代表のね、赤塚健一と、男2人旅で本当に良くて、ああいう旅をまたしたいねっていうんで行ってきました。その時のね、9年前の様子は自分のブログで紹介されてるんで、本当に自分の人生一番の旅って感じもするんで、めちゃくちゃ長いんですけど、お暇な時ね、読んでくれたら嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきます。あとカメラマンでなるみちゃんが来てくれて、3人で楽しく旅してきました。で、多分5本ぐらいの動画になるので、加納が編集頑張ってやってくれてますんで、アメリカ遠征って言うとちょっと広すぎるんだけど、東海岸遠征2024動画をぜひ見てもらえたらと思います。湖流、左から右にごくゆっくり流れてますね。でもなんかそのアメリカで9年前同じ旅をすることで、なんか久々過去を振り返りながら今を確認して未来をね描き直す旅になったなと思ってて、帰る前の日ぐらいから本当に美しいロケーションの海辺でずっと釣りをするわけなんですが、
なんか頭の中にはエレカシが流れるんですよね。で風に吹かれてとか、自分が聴きまくってたなんかジャパニーズロック、帰りは飛行機の中でも結構長い時間聴いてましたね。潮が左から来てるんで、当て潮側、潮当たってる目いってみます。さあ岬側、多分この足元のね駆け上がりにもいるんで、ちょっと下がったところからやりましょう。デイで水澄んでから早巻きがいいのかな。トップの方がいいかもね。ペンシルの方がいいかもですね。で近況、質問が多いのはあれですね、エビのどうなりましたかみたいなのは聞かれるんで、ここでまとめて話しとくと、着々と実行はしてるんですが、いかんせん初進出でもう全くもっての異業種なんで、全部が勉強しながらですね。だから非常にゆっくり、分からなさも楽しみながらって感じでやってるので、半年遅れぐらい最初想定してた肝心の養殖場とか、それから飲食店なんかは多分来年の春ぐらいを目指して今一生懸命計画を進めています。お披露目がせっかくだから、ブルブルーがねやるんで、フィッシングショーのフードコーナーでおすすめお披露目できないかなみたいな、釣る人の皆さんだけ先行にね、それを目指して今猛ピッチでやってるって感じですかね。リーダーっていうか中心的なねメンバーを SNS とかで採用募集させてもらって、で1人決まった人が今週入社してきましたね。スネコンの130ですね。スネコンの130に買います。こいつがねアメリカでほんと強いんですよ、スネコンが。なんでっていうか、デイゲームでこのジャーキングってほどじゃない、このちょいんちょいんぐらいのソフトジャーク、ピッチングに近いような感じで、要は水の中で5個のウェイトをしっかり鳴らすのと、それからペンシルっぽく使えるんですよね。ちょっともう今ゆっくりやったけど、早く巻くと、トップウォーターのペンシルのような動きも出せます。頭が重いから出てきてから水の中また落ちる時も頭から落ちてくるんですよね。だからそれがすごいリアリティある動きというか、多分そういうのが良かったんだと思います。こんな感じでちょんちょん激しく仕掛けてると、ストライパーがバカーンと日中ねひったくってくるんですよ。日本だとブロインのねジャーキングで同じような仕掛け方をする人が多くて、僕もそういう状況かなと思えばブロインをやってたんですけど、改めてちょっとスネコンを再評価してってみようかなという感じで、動かし方としてはちょっと下向き、ゆっくりただ巻きしながら竿を揺らすっていう感じ。ただ巻き止めない。ブロイン125とかスネコンシリーズなんかはジャーキングしてもこういう感じで、ブロインはもうパンパンパンってハンドルも止めたりするようなジャーキングがいいですね。今ゴミかな、当たったぞ。ちょっと分かんなかった、ちっちゃすぎた。クラゲだったとしても、水が濁ってる。昨日はね凄まじい嵐で窓の外見たら雨が上がってて、うおいたビビった。4、50センチ反応するね。部屋を出て駐車場に着いたら土砂降りで、実はひっそりインスタグラムでサブスクをやってるんですよね。でだから当然人が入るわけないし、入ってくる物好きな人がいたら、そんな人いんなら出会ってみたいなみたいな感じで、エッセイっぽいことだったり、サブスク会にしか見れない投稿とかを、でもね月に1回もでもそうは言うけど、そういうのはね期待せずですね、もう約束はしませんみたいな
かけるときやりますっていう感じで、おすすめはしませんが、物好きな人は見てください。はい、ではナレージ6号に変えます。ナレージ6号グリーンゴールド。よし。中心どんなもんなの？3メーターぐらい。左から右。緩やかだけど、この辺にしては流れてる方なんじゃないかな。よし、やった。まあサイズはともかくってやつですね。1本だ。タックル紹介してなかったんで、今回のタックル、今アピアで開発してるハイローラーの EX4 っていう4本釣りのパックロットですね。ここが抜けます。シュポンと、ほらこんな感じで。でグリップが3分割ジョイントになってて、姉妹寸法が70ぐらいだったかな。大型のスーツケースは入んないけど、筒状のねケースに入るんで、ちょっとこう飛行機積んだり、それから軽自動車の人とかであんまり長い竿だとかさばる人に向いてるね。でそのねハイローラー103に、エグジスト4000の今日は P1.2 号の150。昨日ちょっと15から20センチぐらいのルアーをね投げ倒す計画だったんで、 P を 1.2 で持ってきたんですよね。こいつ釣りだったら1号でいいような気がしますけど、新品の白だったのにめっちゃ良くなってる。でリーダー20ポンドでって感じでやってます。トレーシーの 15g 買います。ちょっと早巻きですかね、地形が分かんないんで。これちょっと投げ散らかしてここ移動しようと思います。なんかねエリアがずれてるな。群れが今いる時期なのはあんまりいい時期じゃないみたいですね。昼飯はうなぎを食べたい。電気つけて元気ですけど。惜しかった。外れた。同サイズだな。30センチ台。残念。そこでしたね。針の先端かかって刺しきれないままジャンプされるとああやって外れますね。よし、切った。アクション入れてたら食いましたね。さあ合わせも減ったし、よいしょ。そっちかい。どうするのかなと思ったらさっきより5センチぐらい大きいけどね。イエイ、いいね。トレーシーです。バイバイ。ちょっとサイズが出なさそうなんでもう一回行ってみますか。移動します。はい、2箇所目にやってきました。港ですね。港が結構いるんで、今時刻は干潮、まだ全然潮止まりの最中ですね。傷入ったかも。やっちゃったか。ガボッツ150じゃ遅いだろうな。もうちょい早く。やっぱブロインかな。ブロインの140のジャーキングでなんか狙ってみましょう。このねイワシの群れが結構入ってるんですよね。それが車から見えて3つかな4つぐらいいますね。結構大きなイワシの浮き方が平和ですけど、下にフィッシュ板がいない浮き方してますけど、今地合いじゃないだけで下でぼーっと、ここは結構深そうですね。45メーターありそうなんで、そういったところで、ブローインでお昼寝中申し訳ありませんメソッドですね。この釣りは勝負早いんで、15メーター20メーターぐらいずつ2頭ずつチェックして
いなかったら移動してもいいし、そこからバイブレーションとか入れてってもいいんですけど、年取ったらこういったとこでのんびりしたいよねって、こういうとこに来るたんび思いますけど、誰に言っても直岡さんには無理ですよって言われますね。それはできると思うんだけど、のんびり。スイッチ入ってくるのいないな。ガンガンバレットでいきます。ナレージはね、こうリップがあるじゃないですか。だからバイブレーションというのは基本こう泳いでるものなんですけど、ナレージはこうなんですよね。同じだけの波動を出せるんで、一番こう気持ちいい、なんかゴトゴト感っていうんですかね。これぐらいゆっくり巻いてても、このぐらいね、ゴトッゴトッつってたまにこうバランスを崩してボディを動かすんですよね。それが断然釣れるんで、バイブレーションの中では極めてね分かりづらいルアーなんですけど、そのボトムに触った時に当たりとか言って止めちゃうとそのまま根がかるんで、基本ナレージは絶対左巻いてる手は止めないっていう。トレイシー25のピンクゴールドゴールシルバーになる寸前からです。これでちょっとやってちょっと地合い違いですね。粘ってもあれなんで。トレイシーもナレージと一緒ですね。ゴトゴト感じるギリギリのスピードで巻きか、やっぱ流れ当ててしっかり鉄板から振動をね出してバイブレーションさせて誘うか。干潮時刻と同時にここにたまたま通りがかってベイトいっぱいいると思って入ってみたんですが、ちょっと移動します。じゃあ3箇所目のポイントかな。ちょっと風裏が来てみました。今ざーっと雨降ったんだけど、なんかちっちゃい河口みたいになってて、初めて来ました。探り探りですね。さっきエイがいっぱいいたからね、怖いけどね。そのゴロタの先端行ってみましょうかね。あ、サーフなんだ。砂浜です。わあ、遠浅か。ポイントが状況が分かんないんで、トレイシー 15g ですね。2本目釣ったルアーです。まず 30m ぐらい。あ、浅い。 1.23m、 50ちょっと浅65ぐらい先で 2m ないぐらいですね。魚が入ってれば面白いけどね。まあちょっと15分20分やってみて。ベイトがいいんだよ、ベイトが。魚種を見せろ、俺に。何近づいてきたよ。サッパっぽいな。伝統ゲームかな、これは。今1時半なんで、腹減ったって感じか。うなぎ食いそびれパターンですね。よし、食った。よし、シーバスです。いましたね。あんまり巻きすぎないで浅い方行きましょう。いいサイズ。狙い通りいましたね。いないかななんて思いながら2倍ズーム機能でなんか間抜けじゃない、このズームの仕方。機械的にやってるから。はい、さよなら。楽しいな。一匹ってことはないんで2匹目を狙いますよ。あ、河口なんだ、ここ。川があった。いいじゃないですか。だから一匹ついてたんだな。今も当たった。生後がいっぱいいますね。おっと、危ねえ。動く。はい、じゃあ続いてアウトスター120。この動画が出る頃に発売されてるかもしれない
ブルブル機体の新編、2つ3つやってるうちの1つ、細長いバージョンの方がね水平にかなり近い感じで弾ける、浅いとこが弾ける。あ、さよりがいいんじゃん。いいね。もうぴったりで飛びます。ぐいぐらい飛びます。ウェイト戻さないとケツ下がる新編で、それはよくある新編のアクションなんですけど、軽くちょんってやれば戻れますんで、その後は水平姿勢で、こう東和さんのとこでも結構上が弾けるんで、干潟なんかでもそこすらないでねギリギリ使えるんで、こういったサーフでも活躍すると思います。ただ細いんで食わせる力は強いけど波動は弱いんで、例えば波動で反応してるような時なんかは弱いですよね。とりあえずこの表層を引けるルアーでここまで飛ぶルアーあんまりないんで、まずはその届いてないとこだけでもいいですよね。さよりにサッパがいるんでどうだろうな。なんかもうちょい反応しても良さそうだけど、ここは生後ばっか。あっちにもサーフがある。ちょっとあっち行ってみようかな。開拓も兼ねてね。はい、アウトスターでした。皆さんぜひお買い求めください。楽しいルアーです。いますね、エイが。ほら。おお水の中歩くの怖い。トレイシー 15g。サッパがいっぱいいます。群れでいるっていうよりはポツンポツンポツンって、ぼんやり泳いでるんでしょうね。今回なんか人に会いに来る旅でもあったんですけど、昨日ね飲み会でちょっとこう人についていろいろみんなで話してるタイミングがあって、ご縁をね大事にしていきたい人ってやっぱり当然当たり前だけど誠実な人がいいに決まってるんですけど、今回はその出会いはね自分の中で 100% なったんで、いい出会いになるといいなって思ってます。その誠実さってね口で言うことはできるし、一見最初はそうだったりみんなするんで、いざいろんな関係が始まって、でこんなはずじゃなかったっつってっていうね、そういう出会いをいっぱい、出会いと別れを人は繰り返して生きていくわけですけど、不誠実かっつったらそうじゃなくて生き方の問題なんですよね。それはそれでつながって長く生きていくし、よしだけど裏洗いしないけど、どっちかな。でも走るな。シーバスかもしれないけど。さあ何でしょう。いっぽいぞ。ドンってバイトしなかったんでずっしりだぞ。いいな。ビランビランが見える。痩せる前のコバッチの顔ぐらいの大きさのエイス。エイを釣ってしまった時は尻尾のここにね毒針があるんで、まず尻尾を上手に踏みます。それからね一番いいのは網の中でやるのが安全ですね。もしくは一番いいのは本当はペンチ2つでこうつまんでもう一つのペンチで外すとかもできるし、今1個しかないんで外して離すと。あまりあと10センチいけいくのだ。くれぐれも上にね落ちとかこいつらも命ですから、あとはこういう棒でね押してあげるとかね。おブシュッブシュッバイバイ。さあ場所変えましょう。はい、今3時なんで本日最後のポイントですね。ちょっと深そうな新しく作った号があるんですかね。ピッカピカですよコンクリートが。石も新しいし、これここもちょっと大きな水深を見てからにすればよかったけど、水がとても澄んでて透明度2メーター以上、海は遠いと思うんですけど、
マップもあれ澄んでます。水が澄んでるエリアの方が今日は反応がいい気が。イワシかなんかがいる。うわシーバス追ってきた。1頭目いるじゃん。いるじゃん。いや釣れるよ。なんか40センチぐらいだったけど。ナレージポイントだな。あ、食った。ただ巻きで食った。さっき追ってきたのですね。イエイ。ちょっと弱らせます。もう40ぐらい。はい、釣れました。本日何匹目だっけな。ちょっと忘れちゃった。すげえ、1投目チェイス、2投目ヒット。初場所で楽しいね。ナレージ6号に変えます。ナレージがいいですね。こういったとこほんといいよな。何も考えず巻いてれば食いそう。ほら、おっとっといる。追っかけてきて捕食してるんで、安全圏から外れて食って食い損ねて、そこでなんか上にラインが飛んだり、僕らが人影が動くと逃げてっちゃうんで。5分前になりました。タイムリミットのブレーンの 140S ですね。なんてからだったっけな。ちょうど風向き変わってきましたね。ずっと追い風だったけど風向きが変わって向かい風になったんで、こういう風の変わり目もね、食い目ですね。いやでも一日楽しかった。なんか一人でのんびり、ちょっと夏サボってたんで、肩の後ろが筋肉痛になるぐらいアメリカは投げ込みになりましたね。それでしっかり秋のキャスト筋が出来上がったんで、今日は一日割とフルキャストでしたが全然楽しくやれました。今日のラストキャストです今なんか思いっきり手を伸ばして、伸びが気持ちいいみたいなキャストをしてしまいました。本日ラストで帰らなきゃってところで、あそこ流れが入ってきましたね。風が作った流れかな。あの流れが来たら流れ出すんじゃないかな。目の前すごい勢いで右にぐんぐん来てますね。ちょっとあと10分ぐらい頑張ってみる。ラストキャスト、10分延長です。あの潮目が入ったらもうちょいやります。シャワシャワってしたとこと、その左の鏡みたいな潮目ですね。10秒で3メーターぐらいの勢いで来てるんで、あと1分もしないで俺らの前ぐらいに行きますよ。ああ食ったのに残念。残念。5、6時ありましたね。今もうまさに流れが自分の前越えて入ってきたので、いい感じ。左から右に流れ出したんで、だって流れ出した瞬間が本当にね杭が立つんで、やってきて流れ出したタイミングとかね、本当に頑張って投げた方がいいです。飛行機に乗り遅れそうでも投げるべき。飛行機はなんとかなります。10分ぐらいなら。取りたかった。今いいバイトだったですけどね。10分延長しちゃった。10分延長しちゃって、さすがにもう10分延長すると帰れなくなるかもしれない。最終便ですからね。何キャッチしたのかな、5キャッチぐらいかな。まあよかった。楽しみました。はい、ってことで今日は終わりたいと思います。ちょっと長い動画になったかも。ご視聴ありがとうございました。またね